どうも皆さんこんにちは、あきらです。予算15万円でカメラを買うなら何がいいか、今回はね皆さんにご紹介をね徹底的にしていけたらなというふうに思っております。はい、やっぱりね予算を抑えてカメラを揃えたいですよね。で今回なんとねトータル15万円ぐらいで済むように、ちょっと一部超えちゃうけど、でも基本的にはトータルで15万円ぐらいで済むように設計っていうかこう組んでみましたので、今回7通りでですね、メーカー別、用途別、こういった方にはこれがおすすめとか、写真と動画こっちはどういう風に強いよとか何ができるよっていうのも紹介しつつ、僕がね全部持ってますので、しっかりとね用途別に皆さんにねご紹介できればなという風に思っております。というわけでそれではねもう早速やっていきましょう。まず1つ目がですねこちらです。はい、DJI の Osmo Pocket 3というねカメラになっております。ちょっとこのカメラだけ特殊で、他はね一眼というかコンパクトデジタルカメラとかもねあるんですけれども、これはねちょっと普通の形ではないですよね。でもこれねめちゃめちゃ人気です。はい、でめちゃめちゃ人気かつ一番安く購入することができます。これ本体だけで79,800円ぐらいでね購入ができる10万円を切ってしまうような価格のものになっています。でこのカメラは基本的に動画向けにね作られているんですけれども、見ての通りこのねカメラ部分がね、動きにくい仕組みになってるんですよ。なので手ぶれをね防止しちゃったりとか、ちょっとねボタンを押してあげれば、僕の方に向いてこれでね綺麗な自撮りがねできたりとかね、Vlog とかそういったねところでの撮影にねすごく生きてくるようなねカメラになっています。でこのカメラのね何がすごいかっていうのが画質なんですよ。こんなにね小さいカメラなのに1インチセンサーっていうねセンサーが入っていて、これかなり大きいセンサーなんですよね。スマホよりもはるかにね大きいセンサーサイズで、カメラがね写真とか動画を撮るにあたってめちゃめちゃ大事なねセンサーという部分が非常に大きい。だから画質がとにかくめちゃめちゃ綺麗なんですよね。そんなねすごいカメラになっています。で防水とかはねもちろんないので、水中撮影とかはね苦手にはなってきたりとか、ちょっとこういう風に撮ることになるので、機動力みたいなこう瞬発力のあるね撮影にはねそこまで向かないんですけれども、とにかく映像をきれいに残したい、家族とのね思い出、旅行とかをもう気軽に残したいみたいな方にはめちゃめちゃいいと思います。だから動画向けですごくいいですね。僕もね結構 Vlog とかたくさん撮ってきたんですけれども、本当にね使いやすいですし、縦でね持ってるっていうのがすごくいいんですよね。こういった一般的なカメラに比べてこう横でね持つよりも縦で撮れるので、こうスマホで撮ってるような感覚でもこれでも横で撮れてると。でこのカメラのねめちゃめちゃねみんなが好きなところは美肌補正と小顔効果とか、そういったところですね。こうもう加工ができちゃうみたいなところで、女性にもすごく人気ですし、こう目を大きくしたりとか顔を小顔にさせたりとか美肌のね強弱つけたりとか、そういったことがめっちゃできたりしますね。あとは 4K でのスローモーション動画にもね対応していたりしますし、これはねかなり人気の理由が分かるようなカメラになっています。で Osmo Pocket に関してはいろんな買い方があって、他にもアクセサリーがあるんですよね。このようなですね、マイクとかをね、使ってあげればすごくね綺麗に音声をね取ることができたりしますし、あとはねこういった広角のねレンズとかをね、前につけてあげればすごくね広い自撮りができたりとかで、結構こうカスタムのねアイテムたくさんあったりします。オズポケをね買ったらぜひね買ってほしいっていうようなアプリをね、僕自身もね過去の動画でまとめてるので、よかったらね見てもらえたらと思うんですけど、まるっと購入しても全然15万円はねいかないぐらいで、大体10万円ぐらいかなといったところですよね。でもう一つ注意点としてはズームかな。アップデートを重ねて、最大で2倍からの4倍のねズームができるようにはなったんですけど、電子的なね補正にはメインがなってしまうので、ちょっとねこう画質劣化がね、多少なりともあったりはするので、こうズームをねめちゃめちゃできるような、そんなカメラではありません。基本的にはこのね、1個のねレンズで楽しむといった形ですね。でちなみにですね、僕 Osmo Pocket 3専用のねラットっていうものを作ってるんですよ。これ何かというと、写真でいうフィルターのようなもので、これをねかぶしてあげるだけでもうめっちゃいい世界観の色味にすることができます。でこれねログ撮影というものとスタンダードカラー両方に対応しているので、もうそのまま撮っておけば僕のねラットをかぶせてあげるだけでめちゃめちゃねこうなるな世界観があったりとか、ちょっと映画っぽかったりとかさ、ただの旅行のシーンをもうまるで映画のようなねいい雰囲気のね質感にできるような、ラットっていうものをね作って、こちらねもう販売しておりますので、編集ソフトにね取り込んでかぶせる必要はあるんですけれども、めちゃめちゃねこちらも使い勝手がいいと思うので、ぜひねこちらもチェックしていただければいいなというふうに思っております。で一応ね僕が使っているねマイクロ SD カードはね NEXTRAGE さんのものになっていて、僕は UHS-1 の V30 の 128GB とかがおすすめかな。だいたい3000円ぐらいで揃うかなと思うので、こういった SD カードはね基本的に Amazon でね安い時に買ってあげるようにしてください。家電量販店だとねちょっとぼったくりぐらいの価格なんで、ここは1個注意点になります。はい、というわけでね続いて2つ目いきたいと思うんですけど、次がリコーの GR3X ですね。こちら、さっきの Osmo Pocket は違ってもこれ完全写真
真向けだと思ってください。これね、動画はね、めっちゃしょぼいんですよ。ピントも全然合わない、4K も撮れない、動画撮影モードがめっちゃ限られるみたいなとか、これはもう写真向けだと思ってください。で、これはね、結構みんな今知ってる方多いと思うんですよ。結構インスタグラマーさんとか、それこそ K-POP アイドル、ブラックピンクのリサとかもね、持ってたりするぐらい、めちゃめちゃ人気のあるね、カメラになっています。これリコーのね、カメラなんですけど、これはコンパクトデジタルカメラというものになるんですね。これどういうことかというと、レンズを取り外すことができません。普通のね、一般的なカメラというのは、こうレンズをね、取り外して撮影をね、することができたりするんですけれども、この GR はね、それができないようになっています。で、値段もね、ちょっとお高いんですよ。新品が13万円台、ほぼ14万円ぐらいしちゃうんですね。で、中古も、結構高いですよ。もうプレミアになっちゃうぐらい高くて、で、ただね、言うてね、中古あるんですよね。出回ってるし、僕も中古で買ってるので、中古で全然買っちゃってもいいと思います。で、富士屋カメラさんとかね、中古カメラの、販売もしてるんですが、店舗に行ったりすると、確定ではないんですけど、大体あるんですよね。オンライン販売はしてないけど、店頭だったら限定でね、買えるよっていうところもあったりするので、今買うことは全然できます。僕も中古で買ってます。で、一応ね、2ヶ月に1回ぐらいで抽選販売もしてるので、なかなかね、これは運が良くないと当たらないんですけど、僕のでも知り合いは何人か当たってるんですけど、新品でもね、買うことは絶対できないわけではありません。で、このカメラね、13万円もするね、すごい高級コンデジに当たるんですが、何がね、そんなにいいかというとですね、APS-C センサーを搭載しています。これがね、すごいんですよ。この小型で APS-C センサーサイズのね、センサーをね、搭載してるっていうことで、これありえないんですよね。どういうことかというと、カメラのセンサーというのは先ほどお伝えしたように、光をね、吸収する本当に最も大事な部分といっても過言ではないんです。で、スマホっていうのがね、だいたい 2.3 分の1センサーとか、ものによっても違うんですけど、で、オズモポケットは1インチセンサーっていうのがあります。で、その上にマイクロフォーサーズっていうね、もう少し大きいセンサーサイズがあって、その上にさらに APS-C センサーっていうのがあって、で、あとはね、もう業務にも使われるようなフルサイズというね、センサーのサイズがあって、もう上から数えたら2個目なんですよね。で、かなり大きいセンサーになるので、センサーが大きければ大きいほど背景もすごくボケやすくなるし、こう暗いところにも強くなります。光が取り込まれる量が多いから。なので、夜の撮影もね、すごく綺麗にね、行うことができるし、しっかりと背景がボケてくれるんですよね。なので、スマホとはね、全然違った写真をね、撮ることができるっていうのが、このね、GR の人気の秘密でもあったりするのかなといったところになっています。で、これ GR3X なんですけど、GR3 というね、モデルもあります。で、これ何が違うかというと、焦点距離、いわゆる画角が違うんですね。GR3 というのは 28mm、僕の GR3X というのは約 40mm 相当になります。このね、ミリ数っていうのが大きければ大きいほど、ちょっと望遠側になっていくと、それが低ければ低いほど広角になると。なので、GR3 の方は 28mm の広角で、GR3X っていうのは 40mm ぐらいなので、めっちゃ広角っていうわけではなくて、ちょうどいい距離感かなといったところになります。で、それでいて、この 40mm プラス F2.8 というね、レンズを搭載しているので、かなりボケやすくなります。このカメラのね、レンズには F 値というものがありまして、これね、ちょっと分かりやすいんですけど、このレンズの F 値というのがあります。で、これ 2.8 からね、こうだんだん上がっていくんですけど、この F 値っていうのが上がっていけば上がっていくほど、光を取り込む量が低くなるので、背景がボケにくくなる。つまりピントが合う面がね、広くなっていく。で、明るさもね、暗くなっていくというような、そんなね、性質があります。で、この GR もね、F2.8 なので、結構それなりに明るく撮ることができるので、背景がね、ボケやすかったりするといった特徴があったりします。で、この GR3 のね、僕がすごくね、いいなと思うのが、機動力なんですよ。電源入れてからね、シャッター切れるまでめっちゃ早いです。いきます。やりますね。いきます。せーの。オフにして、撮れました。っていうこの速さ、もうスマホよりも明らかに速いんですよね。もうこれがね、スナップシューターとも言われるね、理由の一つでもあったりするんですけど、こう本当にね、こう日常のね、何気ない瞬間でこうサクッと撮ってパシッと撮るようなね、そんなことができるっていうのがね、本当にね、魅力的なところになっています。本体がね、約高くて14万円ぐらいとして、で、あとは SD カードが必要になるんですが、SD カードはもう3ディスクのね、64GB ぐらいのものでも全然いけるので、それらを用意していただいて、初期費用はね、約14万円から15万円以内に済むかなといったところです。僕も GR はね、本当にこれね、これで撮ったのかって思われないぐらいのね、写真が撮れるので、スマホとは違った写真をね、撮りたい方とか、そういった方にもすごくおすすめですね。で、一応2025年秋に GR4 がね、出るということがもう確実に決まっておりますので、それを待つという方も、全然いいんじゃないかなと思います。ただね、絶対買えるということはないと思うし、見た目ほぼ一緒だったと思うので、3とか 3X でも、十分ね、いいんじゃないかなと思いますね。中古がそれでね、下がればいいですけどね。はい、というわけで続いて3つ目
いきましょう。次がこちらでございます。はい、XM5 ですね。見てください、これ皆さんめちゃめちゃ可愛いでしょう。これ富士フィルムの超小型入門カメラ XM5 というようなカメラになっていますね。でこれセンサーサイズが APS-C センサーになりますので GR とかと同じで普通に背景もめっちゃボケるようなすごい綺麗なものになっています。でこの XM5 はねこのレンズをね交換できるようなカメラになっています。はい、APS-C センサーでレンズが交換式になってますのでいろんなレンズをね楽しむことができるんですね。ここが本当にねやっぱ楽しいです。コンデジとはまた違ってパンケーキ型の小さなレンズをずっとつけておくっていうのももちろんいいし、あとは僕が好きなのは 35mm のね F1.4 のレンズを使うともう背景もトロトロにボケて、換算 50mm ぐらいで使えるんですけど、あれとかはもう作品レベルでね撮影をすることができるのでめちゃめちゃいいんじゃないかなと思います。で新品がね12万2000円ぐらいで買えるんですが、新品購入が今できません。本当にね在庫がなくて、ただ中古市場でも13万円ちょっとぐらいでなんやかんや売ってますので買うことはできます。なので、僕はねもう中古でもいいと思うんですよね。でこのカメラのね画素数が2610万画素という標準的なものではあるんですが、動画撮影が結構強くて 6.2K まで撮れて、なおかつ 4K の60フレームという、4K でスローモーションのね撮影ができるようなカメラになっています。実際に僕こんなにね小さいカメラでショートフィルムを作ったんですよ。これ富士フィルムさんにね依頼をいただいて、サーファーのねショートフィルムを作ったんですけれども、これ全編 XM5 だけで撮ったんですよね。すごくないですかこの映像。改めて今思うとこれ自分で撮ったんやみたいな結構思うぐらい、こんなちっちゃいのにこれだけねすごいね性能を詰めて、使うことができますので、写真も動画も両方とも本当にね使いやすくて、高品質にね撮れるようなカメラになっています。で重量がねたった 350g というところで本当にねこうストレスがないようなものになっていて、電子手ブレ補正もね入っておりますので、多少の、動画とかでもそこまでね超ブレるっていうわけではなく撮りやすかったりはするかなといったところですね。であとはねやっぱり富士フィルムのフィルムシミュレーションを使えるんですよ。ここにですねフィルムシミュレーションダイヤルというものがあって、これ変えていくとですね色味がねいろいろと変わっていくんですよね。これがね富士フィルム独自のねカラーシステムになっておりまして、これが本当に楽しいんですよ。富士フィルムというのはねフィルムの販売をしていましたよね。なのでそのね名残からこういったフィルムシミュレーションをね使うことができて、本当にいろんなカラーでね楽しんで撮ることができるというようなそんなねカメラになっています。でこれはねもう僕のパートナーが愛用しているようなカメラになってるんですが、これ2人でね旅行行った時に本当によく使うんですよ。それこそ最近だったらオーストラリアシドニーとかエアーズロックとか行ったり、あとは普通に富士山をね見に山梨の方まで行ったりとかで、その時に撮った写真をね額縁に入れて今家で飾ってるんですよね。これ両方とも XM5 これで撮ったんですよ。思えなくないですか？もう普通にこのねクオリティが撮れちゃうようなカメラになっています。こういう風にね旅先での思い出をねこう写真としてプリントして残すっていうのもできると、全部できますけどねここのカメラはい、それぐらいね本当に魅力的なねカメラなんじゃないかなという風に思っています。注意点としては、新品でなかなか買えないっていうことと、あとはファインダーがないのでこうちょっとね撮影体験の楽しさがあんまりないです。こういったねファインダーがあるようなカメラだと覗いて撮ることができますが、そういった撮影体験はないっていうのと、あとねバリアングルモニターなのでこうちょっと自撮りはねできるっていう強みはあったりはするんですけど、僕はね自撮りよりもこうチルト式の方が使いやすかったりはするので、ちょっとね個人的にはねそこら辺は若干使いにくいかなといったところもあったりはしますね。であとねレンズがねちょっとこうあんまり安いのがなくてですね、キットレンズ、1545mm の F3.5 か 5.6 っていうのがあって、これのねキットレンズと一緒に買ってしまうと、差額約 1.5 万円のプラスぐらいで買えるんですよ。で中古もそれが15万円以内でねちゃんと出回ってるんだけれども、僕ねこのキットレンズはねそんなにこうねビシッと来なかったんですよね。なので僕は XF27mm F2.8 で RWR っていうねものを使っています。ただこれがね5万円ぐらいしちゃうんですよ。すいません、ここだったりくると予算超えちゃうじゃないですか。でそんな人たちに TTRT さんの AF27mm の F2.8 っていうレンズがあるので、こっちでもね安く済ませるという意味ではいいかなと思います。この純正に比べたら周辺原稿みたいなねとことかがしたのでちょっとこうやっぱ物足りさはあるんだけれども、でもやっぱ半額ぐらいでね買えるし、今ついてるこの XM5 で撮ったね 27mm の A っていうのはめちゃめちゃねこう使いやすい画角に見えると思うんですよね。なのでそれらを踏まえた上であとは SD カードを購入して、ちょっと超えちゃうねちょっと超えちゃうんだけれども15、6万円ぐらいで揃えるかなといったところになっております。であとねこのねカメラにはストロボがないので、こういったね、後付けの、5000円ぐらいでね買えたりするんですけれども、こういったストロボをねここに取り付けてあげて撮影をするとねよりですね
こうおしゃれな雰囲気で撮影をねすることができたりするので、こういった使い方もねいいんじゃないかなと僕は思ったりはしておりますね。はい、というわけで続いていきましょう。次がですね、じゃん、こちらでございます。キヤノンパワーショット V1 というようなカメラになっていますね。このカメラはですね、レンズを取り外すことができません。なのでコンパクトデジタルカメラ、コンデジに当たりますと。でこれはね、写真も動画もねめちゃ綺麗に撮れます。どっちかっていうと動画向けではあるんですが、写真もねめっちゃ綺麗に撮ることができるし、何よりこのねレンズが超優秀なんですよ。写真の撮影時だったら16から 50mm ぐらいで、動画だったら 17mm から 52mm ぐらいのね、画角で撮ることができるので、超広角から標準域までねカバーして撮ることができるような、そんなね万能なレンズになっているんです。で明るさも F2.8 から 4.5 に変化していくような、ものになるので、F2.8 はねほぼ超広角側だけなんですけれども、それなりに明るくて、背景も割とボケるようなレンズになっております。で動画撮影もね最大 4K60 フレームが撮れたりするので、 4K 動画もめちゃめちゃ綺麗だし、やっぱりねこう自撮りしながらのね Vlog とかなんかそういう動画撮影がね本当に綺麗にね撮れるような、そんなカメラになっています。でセンサーサイズがちょっと特殊で、これ 1.4 型のねセンサー、1.4分の1型センサーになっています。これどれぐらいのサイズかというと、先ほどお見せした1インチと APS-C の間のマイクロフォーサーズよりも少しだけ大きいような、そんなねセンサーサイズ感という風になります。なので割としっかり背景もボケるし明るさも確保できるようなね、そんなサイズ感になっております。でこのカメラのねすごくいいのが、やっぱグリップ感もねしっかりとあるし、結構ね意外と分厚めではあるんですね。なので結構熱耐性が良かったりするので、こう冷却ファンがねこっち側についてたりするんですよ。なので動画撮影しててもなかなかね止まりづらいっていうものもあったりするので、あとはマイクもね結構綺麗だったりはするね。あとここのズームレバーを使えば電動ズームでねこうズームさせることができたりするので、もう本当に動画をねスムーズに撮りやすくなるような、そんなカメラになっています。で注意点としては、重さはねちょっとあるんですよ。 400g ぐらいあるのでめっちゃ軽いわけではないのと、分厚さによってポケットに入るようなそんなカメラではない、カバンに入れる必要はあるといったところはあります。はい。であと美肌補正モードとかがちょっとこうオートっぽいようなモードで撮らないと使えないっていうのがねちょっと1個欠点ではあったりはするんですけれども、でもねやっぱりこの広角側のね表現が本当にしやすいっていうのはねめちゃめちゃ僕がね気に入ってるところにはなりますし、あとはレンズ内手ブレ補正があるので、それなりにね補正はできるんだけれども、ボディ内手ブレ補正はないのと電子手ブレ補正はそこまでめっちゃ強くないっていうのがあったりするので、トータル手ブレ補正はめっちゃ効くようなカメラではありません。はい。これはね、ちょっと正直に言っておこうかなと思います。ただね、やっぱり広角のね、表現が本当に助かるから、1人だけじゃなくて、2人ぐらい全然自撮りで入れることもできたりするし、あとは最短撮影距離っていうね、こうレンズが被写体に対してこうどれだけ近づいて撮れるかっていうのがあるんですけど、これがね、なんと5センチになるので、こうマクロっぽいようなね、すごい寄った撮影っていうのができたりするので、こう結構いろんなね、例えば猫の毛並みとか、ワンちゃんの涙とかね、こう目とかね、そういったものをアップで撮れたりするっていう楽しさもあったりするので、そこはね、本当に使いやすくて楽しいねカメラになっているかなと思います。で僕がねちょっとこのカメラで物足りないと感じるところをあえて言うとすれば、なんやろな、動画作品みたいな映像作品みたいなのには全然向いてないんですよ。動画をねそれなりに撮れるカメラってログ撮影っていうのができたりするんですよ。この動画もね実際こんな感じでねログ撮影をしていて、この色が淡い状態から一旦元の色に戻して、そこから自分のねこう好きな色に変えていくみたいな、そういったことができるんですけど、このカメラもできるんですけど、そのログのね癖がめっちゃ強いんですよね。赤がすごい発色が出たりマゼンタに転んだりとか、ちょっとねなんかこうっていうような仕上がりになりやすいんですよ。だからすごい慣れてないとできないねログ撮影になっちゃうので、こう僕はねこのカメラを使ってそういったログでちゃんとこうめっちゃ世界観を作ってめっちゃいい Vlog 作品みたいなの作ったろうとか思ってたんですけど、ちょっとそれには向いてないなって思うかな。だから本当スタンダードカラーでそのままの色味をね活用しつつ画質をきれいにね、YouTube とか、Vlog を撮りたいっていう方にはめっちゃいいと思うので、それこそねインフルエンサーの方とかねそういった方にはめちゃめちゃいいんじゃないかなというふうに思います。でこのカメラも新品13万円台で買えるんですが、ただ新品がね納期がちょっとこれもねなかなか買いづらい人気のねモデルになっています。中古でも13万円前後であるので、中古で買っちゃうっていうのもありだと思うし、 SD カードとかを買ってあげたらもうほぼ仕上がるような、もう全部ついてるので、めっちゃね使いやすい、絶対に15万円以下では始めれるようなそんなカメラになっています。はい、というわけで続いて5つ目いきましょう。めちゃめちゃいろいろあるね。はい、次が、こちらでございます。ソニーの ZV-E10 Mark II になっております。このカメラも
じゃん APS-C センサーの、取り外し可能レンズ交換が可能なものになっています。ソニーのカメラの Vlog カムシリーズに当たるカメラですね。ソニーの Vlog カムシリーズっていうのがあって ZV と名付けられているんですが、これが動画をね、メインとした、撮影体験をね目的とするカメラになっています。もう価格をねさっき話すと12万5000円です。新品がめっちゃ安い、むっちゃ安い。僕はめっちゃ安いと思う。で中古がね11万円台で確認できていて、であとはレンズキットですね。この僕もね今つけているレンズキットも14万円ぐらいとか、15万以下ぐらいでね買えたりするので、ものによってはねレンズキットセットで12万円台でねあったりするので、非常にね買いやすい価格かなと思います。でこのカメラがねなぜいいかというと、僕はね画質です。ZV-10M2 っていうのが、ソニーのね FX30 っていう、ね、カメラともう中身ほぼ同等な気がするんですよね。これ今 Vlog カムシリーズと言ったんですけど、ソニーにはシネマラインっていうねもう映像業務向けのカメラがあって、そのね入門モデルとして FX30 っていうねもう業務向けに作られたカメラがあるんですよ。で僕の体感値だとそことほぼ変わらない画質できることもね結構似てるっていうのがあったりするので、もちろんねボディの設計がこう業務向けではないんですけれども、本当にね画質がめっちゃいいんですよね。スペック的には 4K の60フレームの 42210 ビットオールイントラっていうのが撮れるようなめっちゃやばいカメラになっています。これどういうことかというと 4K でスローモーションで撮影ができます。この FPS、60p、30p とかも言ったりするんですけど、これがねめっちゃ動画ではね大事になってきて、これ何かというと1秒間に記録できる、画像のね数枚数と思ってください。どういうことかというと、例えば 4K24 フレームっていうのは1秒間に24枚撮れるんですよ。で 4K30 だったら1秒間に30枚、 4K60 だったら1秒間に60個、記録できるようになるんですね。なので60個も撮っておけば編集で30とかにできると。なので 0.5 倍のスローモーション 50% のスローモーションにすることができるんですね。これがね非常にすごくね楽しくて、でなおかつそれで42210ビットオールイントラっていうめっちゃ綺麗な画質を保ちますよっていう結構やばいカメラなんですよ。なおかつ小型軽量な 377g ですから、このセットでこのパワーショット V1 よりもね軽いものになっております。で他にもいいなと思うのが美肌補正がめっちゃちゃんと使える。動画撮影でも美肌をね効かして撮ることもできたりするし、あとはねタッチ操作ですごく直感的にねやりやすかったり、縦型のね UI にも対応していたりするので、もう本当にねこう SNS とかねそういった撮影にすごく向いてるようなカメラになっています。欠点注意点としては、電子手ブレ補正がねあるカメラではあるんですけど、手ブレをねそれなりに予防はできるんですけど、クロップが結構入ってきます。こうカメラをね画角を削って拡大して補正するよっていうようなものになったりとか、あとは 4K60 フレームとかでもこうクロップがかかっちゃったりするので、なんかめっちゃ近いなっていう風になっちゃったりするような、そんなねこう欠点があったりはします。であとね最大の欠点がねレンズなんですよ。ソニーさんレンズ高すぎるほんま高いんですよね。だからこう一旦キットレンズ買うのがいいカメラかな。差額も1万円ちょっとぐらいしか変わらないし、レンズがね本当にこう買いにくいんですよね、ソニーのカメラっていうのは。APS-C レンズいろいろあるんですけど、最近出た APS-C のねめっちゃ魅力的なものも、例えば 15mmF1.4G レンズなんて8万円ぐらいするし、10mm20mmF4 の G レンズなんて僕も持ってるけど8万円ぐらいするしっていうので、あれみたいな、もうボディもオズポケもう一個買えるくねみたいなの乗ってくるんですよね。そこが本当に最大の欠点かな。だからこのセットでね使っちゃうっていうのがいいのかなと思います。とはいえこのねセットで購入をして SD カードを購入したとしても全然ね15万円以下には済むので、動画をねよりこう本格的にやりたいよっていう方にはいいのかなというふうに思ったりはしております。あとはねバッテリーが非常に大きいものが入るんですよ。このねサイズのバッテリーが入るので非常にバッテリー持ちがいいです。そこがね結構あるかなっていうのが ZV-10M2 でした。はい、というわけでね6つ目いきましょう。次がじゃん、こちらです。ニコン Z52 というカメラですね。正直ねこれ完成度めっちゃ高いんですよ。これ今回紹介する中でカメラを楽しむという意味ではこれが一番楽しめます。はい、どういうことか紹介していきましょう。まずこのカメラも、APS-C カメラのレンズ交換式になっていますので、非常にね大きいセンサーでレンズを付け替えて楽しむことがねできるようになっております。で今回紹介した他のカメラとの大きな違いはファインダーです。ファインダーがあるのでファインダーを覗いて撮影をねすることができるっていうのと、フラッシュもあるんです。こ
このフラッシュがね本当にこれ楽しくて、フラッシュをね使ってね撮影するっていう表現をもうこの撮影体験でできちゃうっていうのが非常に僕はね気に入っていますね。こういったね写真が撮れるんですよ。ちょっとねこの写真とかはねあえてブラしていて、こう写真をねフラッシュで撮るときにこう撮ってすぐにねこうブラしてあげたりすると、シャッタースピードを下げてやってあげたりするとこういうような表現ができるんですよね。こういったね撮影が楽しめちゃうっていうのもこのカメラの魅力になっています。で画素数が2088万画素なので、6K とかは撮れないんですが 4K60 フレーム10ビットが撮れるので動画めちゃめちゃ綺麗です。はい。で動画もすごい本格的にね撮れるし、写真もバチバチ撮れちゃうようなカメラになっています。ただ重量はね 550g ぐらいあるので、ボディの重量っていうのは結構重ためです。だからやっぱちゃんとカメラとして使うっていうような用途にすごく向いていて、あとはバリアングルモニターなのでこうしっかりとねこう反転させて自撮りとかもねできるようなカメラになっているので、結構いろんなね用途に合わせて使うことができます。僕がね非常にこのカメラのいいところは、値段がさ他のカメラと大して変わらないのに、このカメラもね今新品で13万円ぐらいで撮れるんだけれども、ビルドクオリティがねすごくいいんですよね。このカメラはね本当にねこう妥協なきものづくりがされた感じがあって、そんなねチャッチさもないし、この端子カバーとかもねしっかりとね、はい、いいものがねついているので、こう本当にビルドクオリティがかなりねいいカメラになってます。グリップ感もかなりありますね。こうニコンのね本当にこう初めての人にねもうマジでいいの使ってほしいっていう思いがね込められてそうな、そんなね仕上がりになっています。で逆に気になるところで言うと、手ブレ補正がねやっぱそんなに強くなくて、ボディ内手ブレ補正が入っていないっていうのはあるし、あとやっぱこれも電子手ブレ補正になるので、動画が特にそんなに効いてる感じがないんですよね。なので、結構やっぱ揺れちゃうようなイメージがあるのと、あとはね N ログっていうね、そのログ撮影ができるはできるんですけど、ノイズがちょっと目立ちやすかったりするかなといった、そんなところがあったりはしますね。であと肝心なレンズに関しては、このキットレンズが差額が約2万円ぐらいで買えますので、このキットレンズはそれなりにいいと思いますので、これをね使うっていうのはもちろんいいし、僕はね 24mmF1.7 っていうものをねよく使っていました。これですね、この 24mmF1.7 というねレンズで、これねニコンの ZFC っていうものがあって、もっとね側をね可愛くするならこっちのねカメラもめっちゃおすすめなんですけど、中身はね Z52 の方がね良かったりするんですけど、これについてる 24mmF1.7 がねすごくおすすめですね。フルサイズ換算で 35mm ぐらいで F1.7 で撮れるので、背景もめっちゃボケるしっていうのと、価格も3万6000ぐらいなんでそんなにね高くないっていうので買いやすいっていうのもあって、このレンズはすごくおすすめです。であとはフルサイズ用のね 35mmF1.4 の S ラインやったかなっていうレンズがあって、あれはちょっと高いんやけど、あんなんと使うとねめちゃめちゃ綺麗な画質で写真をね撮ることができて、僕もね、ワンちゃんを迎えた時に本当にちっちゃい時にね写真をたくさんあれで撮ってたんですよ。だからね今もう本当にねちっちゃいねもう子犬の時をね撮れててよかったなと思うし、結構ニコンさんレンズがね非常にいいのと、APS-C 用のレンズがね5本ぐらいしかないんで、バリエーションはめっちゃ少ないんやけど価格がね結構安めなんで、そこはね結構もうちょい出てほしいけど、でもねソニーに比べたら安いから買いやすいっていうね魅力はあったりします。もろもろレンズキットで購入して SD カードを購入したとしても15万円をなんとか切れるぐらいかなといったところになりますので、いやもう15万円ぐらいか、になるので、本当にねこうカメラを始めてみたいという方にはねめちゃめちゃいいので、とりあえずレンズキットを購入して、で好きな画角が見つかったら単焦点レンズを買ってみるとか、そういったことでもいいと思うので、ぜひね Z52 もチェックしてみてもらえたらと思います。はい、というわけで皆さん最後いきましょうか。最後がこちらでございます。ルミックス S9 というカメラになっております。これのね大きな違いが、レンズ交換ができるフルサイズカメラになっています。今回紹介したカメラの中で最もセンサーサイズが大きいので、より明るくよりボケの多い写真や動画を撮ることができます。特にねフルサイズだからいいとかボケればいいっていうわけではないんですが、スマホとはね違うっていうようなね写真や動画を撮りやすいっていうねメリットは絶対あると思うので、そこをねちょっとあえてねちょっと強調させていただきました。でこのカメラねなんとね中古市場めっちゃ安いんですよ。新品だと18万19万ぐらいで、フルサイズなんかやったらそれでもかなり安いんですけど、中古だとね13万円台で確認してます。で大体14万15万ぐらいであるんですけど、めっちゃコスパいいんですよね。なのでこの S9 めっちゃ僕は結構推したいです。見た目もすごい可愛いじゃないですか。結構カラーバリも豊富で、自分のねカラーの好みにね張り替えることもできたりするし、シルバーとブラックモデルからのチェンジもできたりするしっていうので、もう本当にねこう見た目もめっちゃいいね、そんなカメラになっています。スペックとしてはフルサイズセンサーの2420万画素になるので、一応ね 6K の動画も撮影できるし 4K60 フレームの10ビット撮影も可能になって
っています。ただね、その場合は APS-C クロップってね、画角が狭くなってしまったりするんですが、でもね、動画本当にめっちゃ綺麗に撮ることができるんですよ。僕はね、これを使って北海道でね、Vlog を撮って、もう本当に新緑の緑をね、これで抑えたりとか、あとは愛犬のね、ペットをね、これでたくさんパシャパシャと撮ったりとかね、本当にいろんな用途にね、使えるような、そんな一台になっています。で、このカメラはファインダーがね、ないので、こう、撮影体験みたいなね、楽しさはあんまないのと、正直結構チープです。なんならこのニコン Z52 の方が質感しっかりしてるなという風に感じるんですけど、でもやっぱ価格が安いんです。そこがね、許容できる人はいいかなと思います。ただやっぱ思ったよりチープなんで、こうちょっとね、一回実機どっかで見てくるっていうのが、いいかなという風に思います。で、重量が 486g になるので、なんとこの Z52 よりも軽くなっています。で、このカメラの他よりもね、何よりも強いところで言うと、手ブレ補正なんですよ。このカメラは、ボディ内手ブレ補正が入っています。やっぱこの電子補正かボディ内手ブレ補正というのは、ね、かなり変わってくるんですけど、他のね、カメラって電子的な補正なんですよ。ちょっとオズポケはまた別やけど、後からね、補正をかけるみたいなものなんですけど、このカメラに関してはボディの光学式が入ってるので、このセンサーが直接ね、もう補正をね、防止して、撮れるような、そんなね、強力な手ブレ補正が入っています。だから、ちょっとや外じゃ本当にブレないし、望遠側のレンズを使ったとしても、すごく安定した、かなり滑らかなね、映像とか写真を撮ることができるので、これはね、本当に使いやすいものだと思います。僕はね、結構動画を優先的に撮るようなことが多いんですが、このカメラね、写真も非常に綺麗で、写真も申し分なく撮ることができたり、あとはリアルタイムラット機能っていうね、先ほどね、お伝えしたオズポケで、僕はラットを使ってますと、写真でいうフィルターのようなものをカメラの中に入れることができて、それをね、こう撮影時に当てはめてね、撮ることができるので、すぐにね、フィルムライクなね、こう写真を撮ることができたりするというようなね、そんな強みもあったりはしています。本当にね、これコスパバケモンなんで、初めてもいきなりフルサイズカメラをね、買いたいという方はめっちゃいいと思います。で、僕、ルミックスカラーパレットっていうね、ルミックスカメラ専用のカラーシステムを作っていて、これでね、写真用のプリセット、僕がね、いいと思うような色味に編集するようなものとか、リアルタイムラット用のラットが2つと、あと動画撮影で使えるラットが4つと、動画のね、カラー編集をより本格的にできるね、カラーのね、ノードシステム、パワーグレードもね、含めたルミックスに特化したね、カラーシステムっていうものを作ってたりするので、ぜひね、こちらもチェックしていただけたらなというふうに思うんですけど、ルミックスはね、本当にこう、色のね、表現、色の楽しみ方がね、無限大にあるので、そういった楽しみ方もね、できるようなカメラになっています。いろいろ注意点があるとすれば、一番大きなところはやっぱリセールですね。やっぱこう、価格が低く買えるということは、なんかね、ルミックスカメラってこう、リセール落ちやすいんですよね。本当にこう、結構落ちていくので、今安く買えても、その値段以下で絶対売ることになると思うんで、そこは結構注意かな。で、あとはね、レンズもやっぱまだまだ少ないんですよ。ちょっと今はね、僕はマニュアルのレンズついてるんで、これ可愛いんですけど、1万ぐらいで買えるんですけど、こう自分でピントを合わせる必要があったりとかで、なんかこう、これっていうレンズがないんですよね。1840mm っていうね、めちゃめちゃ S9 とマッチするレンズもあるんですけど、あれも7万円台とかでやっぱ高いので、ちょっとこうね、もう F2.8 のなんか 28mm ぐらいのね、レンズを早く作ってくれってマジでちょっともう怒りそうなんですけど、なんかそういうのがまだない。なのでそこを許容できれば結構本当に S9 はね、選択肢になってくるんじゃないかなと思います。僕がよく使うのは 50mmF1.8 のレンズで、これ5万円ぐらいなんですけど、中古だともっと安く買えるので、このレンズとかはもう、ちょっと大きいんやけど、すごくね、いい描写で、本当にこう、スマホでは絶対撮れないような写真とか動画が撮れるので、僕はね、よくこれを一緒に持ち歩いて、石垣島に行ったりだとか、あとは軽井沢に行ったりとか、あとは桜の季節には、これでね、河津桜を撮りに行ったりとか、そういったいろんなね、思い出もある、そんなカメラになっています。これはちょっと15万円は無理あるかな。レンズを考えると、このレンズを使えば1万円で済むから SD 込みで15万円切れるんですが、それなりにいいレンズを使おうとすると、ちょっとこのカメラに関しては予算オーバーです。すみません。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回ね、15万円以下で買うなら何がいいのかっていうのをね、ご紹介させていただきました。最後にせっかくなので、ちょっとこういったものあるとね、撮影すごく楽しいですよっていうのをお話しして終わろうと思います。まずはカメラストラップですね。結構いろいろついてたと思うんですが、これとかも僕実際に自分で購入したね、別で購入したものなんですよ。こんな感じでね、ちょっとレザーのような質感になってて、こういったね、カメラストラップをやっぱね、いいものを使ってください。そうすると、こう持ち歩きたいなって思うし、もともとね、入ってるやつはあるんですけど、結構
メーカーロゴがバーンってなってたりとかで、それがいいっていう意見もありますけど、僕もねそれはいいと思うんだけど、やっぱり僕はこういった華奢なねロープ型とかこういったものの方が好きなんで、こういったところを変えてみると結構ねカメラを持ち出すこうテンション感は変わってきます。であとはねこのミニストロボですね、さっきも紹介しましたが、こういったものをつけてあげることで、流し撮りっていうんですけど、こうあえてブラシで被写体を撮ったりだとか、あとは暗いところでもねキットレンズとかでも十分にねこう照らして撮ることができたりするので、こういったストロボもう5000円ぐらいで買えますので、USB-C で充電できますから400回ぐらい撮れるんじゃないかな、これ1回充電すれば。なんで非常にこれはいいですね。めっちゃ注意点なんですけど、これ S9 ねこうストロボ使えないんですよこれねストロボ使えなくて、これはねここのホットシューのねこれ電子接点がないんで、ここねコストカットめっちゃしてるんで S9 これめっちゃ注意ですよ。他のカメラはいけるはずですね。 GR どうやろう、 GR もありますね。はい、 GR もいけるので、これめっちゃ大事なところやね。これ V1 はあかんね。V1 多分できんのじゃないかな。ちょっとこれは注意点ですね。であとはですね、小型のカメラバッグとか巾着とか、それを包むようなものですね。例えばこれコダックのものなんですが、例えばこういった小型のカメラをちょっとこうねくるんであげて、こんな風にちょっともう適当にやるけれども、こういう風にやってこうカバンの中にね入れてあげるみたいなことができたりするので、これもねめっちゃ安いし、他にもねこういった巾着型のカメラバッグがあって、こういったものに入れてあげて、でバッテリーとかもねポケットがあるので入るので、閉めてカバンの中に入れてあげるとか、そうするとタオルぐるぐる巻くとかよりも絶対こっちの方がいいと思うんで、カメラのねインナーバッグとして買ってあげたりすると、カメラバッグみたいなリュックはね買う必要はないと思うので、こういったものをね活用してあげるといいんじゃないかなと思います。であとはですね、ビジュアルパークの製品ですね。はい、これね僕がね運営しているオンラインショップになるんですが、ここで先ほど紹介したオズモポケットのラットとか、あとは最近ねシャッターパックっていうねダヴィンチリゾルブのプラグインを作りました。これねなんとね写真をね選択してロードするだけで、このカメラが持つね EXIF 情報っていうんですけど、シャッターとか ISO とか ISO 感度とか、あとレンズとか、あとはカメラ何の機種かっていうのが一瞬で出るような、でそれを一瞬でデザインしてくれるみたいな。でしかもそのデザインのパターンのプリセットが17個もね入ってるみたいな。でそれをカスタムして再登録したりとか、それを友人にシェアしたりとかね、結構エグいものをね僕たち作ってますので、もうこういったプラグインとかね、ラットとかプリセット、写真の編集を手助けするプリセットとか、そういったものを使ってあげるとよりね楽しくなると思いますので、よかったらねビジュアルパークのね製品もよかったらチェックしていただければなと思っております。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今回はね予算15万円でカメラを購入するなら何がおすすめかというようなテーマでお送りさせていただきました。僕自身もね本当にいろんなカメラ持っててもそんないらんやろって思うかもしれないんですが、カメラがあることでやっぱ思い出っていうのは増えていくし、出かけようっていう気持ちが増えてくるんですよ。僕もかれこれ8年ぐらいカメラをやってますけど、もうカメラで撮りに行こうみたいな、もう撮ることが目的で旅に出たりこう旅行に行ったりお出かけしたりするっていうのはもうめっちゃいいことだと思うんですよね。外出の機会が増えるっていうのはこんなに幸せなことはないと思っています。実際にね僕もこう旅行先で撮った写真をね、いろんなサイズのね写真プリントを印刷してみたりだとか、あと額縁に入れて飾ったりとか、それが思い出になってふとした瞬間にねそれを目にすることができて、こんなにもこういいね20代のこう思い出というか人生のそのタイミングをね残せることって他にはない趣味だと思うんですよね。だからこそいろんな人にね体験していただきたいと思うし、こう昨今のね物価高の中で、15万円以内で始めれるならやっぱり何がいいのかな。やっぱり10万円だとねちょっともう厳しいなっていうのが正直なところなんで、今回なんとか15万以内で絞ってね、出してみましたが、今回はね全メーカー違うねところで、それぞれのね本当に今おすすめできるものたちをご紹介できたかなと思っていますので、興味ある機種が見つかればぜひね概要欄のリンクからチェックしていただければなと思っております。で今回のねカメラたち多分全部動画出てるね。多分全部動画出てると思うので、V1 はね多分この後かな。はい、しっかりとね今動画作ってますので、レビュー動画出てると思いますので、それぞれよりね詳しく知りたい方は、それぞれ見ていただければなと思っております。頑張ってんね俺もこんなにさしっかりといろんなカメラにフィーチャーしてレビューしてっていう感じでこのチャンネルも本気で運営していますので、今後もね見ていただいて応援していただければなというふうに思っております。ということで皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。